私たちはより良い人生を歩みたいと思っています。より幸せに生きたい。どうせ生きるんだったらよりよく生きたいというのが全ての人たちの望みだと思います。けれども、なぜか何をやってもうまくいかないという人もあれば、一方でうまくいかないという自分とは対照的に、なんかいろんなこと何やってもうまくいってるように見える人っているもんですよね。で、世の中見てみても、もう本当に不幸のどん底って言われるようなニュースが飛び込んでくると思えば、いろんな才能を持っていろんなことを全部うまく成し遂げているように見える人もあります。なぜじゃあそういうことが起きるのかといったときに、実は私たちが生きるというのは毎日ですね、そんなに深く考えていないようで何かを思う、考えるね、思考をする。そしてその思考をした結果決断をするということの連続が生きるということなんですね。深く深く考えてるかっていうと考えてないんだけれども、瞬間的にパパパッとこっちよりこっち、こっちよりこっちということをいろいろと自分の頭の中で考えて、こっちにしようこっちにしよう、要するに思考からの決断ですよね。これが毎日私たちの生きている無意識であれ意識的にであれやっている作業なんです。例えば喫茶店に入って、私なんかもいつでもちょっと悩むんですけれども、甘いものが好きなのでチョコレートパフェを食べるかいちごパフェを食べるか、いつもそういう小さな選択からもっと大きな、例えば大学受験をどの大学に進学するかとかね、どういう会社に就職するかとか、結婚相手でどの人を選ぶかとか、人によってはものすごいそういう大きな決断で悩んでらっしゃるという人もあるかもしれませんね。とにかく小さいことから大きいことまで含めて、あるいは意識的に無意識的にっていうのも含めて、私たちは何も考えてないわけではなくて、いつも考えて決断して考えて決断をしてというふうにして、毎日を生きているわけですね。で、この連続が生きるということであるならば、その考え方がひょっとして例えば愚かな考え方をしてたら、当然愚かな決断に結びつきますね。で、これが非常に効果的な合理的なより良い考え方っていうものをもし取れるのであれば、当然そこからの決断というのはやっぱり素晴らしいものになるということで、なんとなく感じてらっしゃると思いますが、うまくいく人とそうでない人、なんか幸せになっていく人といつも不幸だ、いいことがなかなか起きないっていう人の差っていうのは、実は神様のおぼし召しでもなく、国のせいでもなく、周りの人のせいでもなく、私たち意志を持った一人一人の人間ですもんね、生き物ですもんね。ですから私たち一人一人の実は何を日々考え、どういう思考考え方を持ち、どういう決定をしていくかということに非常に大きく自分の人生っていうものが左右されてるんだっていうことですね。おそらく多くの方々がそのように私に言われるまでもなく感じてらっしゃると思います。で、問題として、じゃあどうやって考えたらいいんだ、じゃあどういう決断をしたらいいんだ、意外にそういうことって学校でも教えてもらわないし、会社でも教えてもらわないんですけれども、思考、そして決断、思考からの決断、これをですねどのようにしていくか、そういった毎日私たちは必ずやっていることなのに、どこでも教えてもらえなかったこと、今日はこの思考力というものをどう鍛えていくのかということをですねお伝えしていきたいと思います。で、この思考力というものをですね、対具式思考力というものをですね、ぜひ今日は聞いていただいて少しずつ鍛えていくと、体のトレーニングと同じね、練習していけばみんな思考力っていうのは上がっていくと思っています。ですからどうかですね、最後までいかにしてこの思考力を高めていくかっていう話ですね、食らいついてどうぞノートとね、またペンを用意して聞いていただければと思います。まずですね、思考力と聞いて
よく言われてますけれども、今子どもたちに教育で考える力を育てるって言われてますけれども、言葉としては聞きますけれど、自分のじゃあ思考力を鍛えるといった時にどうしたらいいのかっていうことをパパパパッと思いつく人ってあまりいないと思いますね。で、考えたこともないって人もあると思います。で、また見てると、そうは言ってもあんまりそんな考えてないようだけど、すごくいろんなことをうまくいってるっていう人が私の周りにもいるよっていう人もいます。でもそういう人っていうのはですね、意識してないだけでいろいろ様々な育った環境とか、あるいはその方がこれまで経てきた経験の中で、やっぱりね、どこかでその思考力っていうのを自然に、あるいは意識的にじゃないにしてもね、先天的に後天的にそういうセンスを持った人っているんです。だけれどもこの思考力っていうのを身につけないと、全然思考力っていうのを意識して身につけようとしないとどうなるかっていうとですね、思考からの決断なので、思考をした後の決断がことごとく愚かになるということです。よくありませんか？彼氏が欲しいって言って付き合った。でも騙されて振られてしまった。でも二度と悔しい。あんな失敗したくない。あんな悪い男には捕まらないわって言いながら3ヶ月ぐらいすると、また彼氏できたのって言って、また同じって何回も同じ過ちを繰り返す人っていますね。一回失敗して、授業に失敗して、よし、もう今度はって言って。で、それでうまくいく人もどんどん今度その後ね、大どんでん返しですっごい一番底辺のところからまた大逆転をする人もいれば、ずっと底辺の人もいますよね。で、これは何かというと、実は思考力というものが一つの失敗をきっかけに育ってないっていうことなんです。ですから、思考力がないとどうなるか。もう単純に思考からの決断、この決断がですね、非常に愚かな選択、決断、判断をしてしまうということになります。それから、思考力がないとですね、何か問題が起きたときに、それをどうやって解決していいかがわからないんです。で、問題を解決するっていうのは非常に大きなエネルギーを要します。ただでさえ忙しい、ただでさえ疲れてるというときに、考えて一つの決定を下すっていうのはものすごい大変な作業なんです。そしてまたこれが年を取れば取るほどこの思考力っていうのが落ちていきますね。ですから私なんかでもまだ父親母親が健在で元気でいてくれるんですけれども、やっぱり年を取ってくるとお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、あるいは自分も昔よりもちょっとしたことにすごい焦ったり、すごい心配性になったりしますね。で、なぜそう心配になるのか焦るのかって言ったら、思考力がないからです。衰えるからなんです。年を取っていくと考えることができない、ね、ですから非常に思考力がないとですね、問題を解決できないわけですね。例えば財布を落としてしまった、クレジットカードが入っている10万円、下ろしたばっかりの10万円が入っているとか、免許証も入ってるし保険証もあるし、うわどうしたらいい、パニックって言った時に、いやいやちょっと待てよ、まず最初にクレジットカードを止めて、そして警察に届けて、どこら辺で落としたかなっていうところをずっと探してとか、そういったことがですね、実は考えることができるので、私たちは一つの問題が起きた時にまだその問題が解決なされていないにもかかわらず、落ち着けて自分を落ち着かせることができるんです。でももし財布を落とした時にどうしていいかがわからないってなったら、子供たちのように泣きじゃくりますよね。小さい子供はデパートでお母さんとはぐれると泣くしかないんです。うわーお母さんって泣くしかないんです。その時に自分はお母さんとはぐれた、買い物に来てお母さんとはぐれた、でインフォメーションのお姉さんにデパートでね、うちのお母さんを呼び出してくださいっていう、そういうことをもし考えてやればいいということを知ってる子だったら、泣きわめきませんよね。だけれども子どもたちの場合それがパニックになってしまう。思考力がないんです。どうしたらいいかわからない。程度の違いはあれ、私たち大人でも実は思考力がないと、何か問題が起きた時にそれをどうやって解決したらいいかわからないってことが起きます。非常に苦しい。で、この苦しい毎日の連続になってしまう。で、思考力、あとまたその思考力がないとですね、他にもいろいろなデメリットがあります。例えば説得力がない人というのは実は思考力がない人なんですね。あまりない人というよりも
鍛えられてない人、思考力が育っていない人ですね。誰かに私たちは何かを伝えたいと思いますね。それが自分の恋人であれ、家族であれ、会社の上司であれ、ね、お客さんであれ、生活でも仕事でも様々なプレゼンテーションとか、ね、誰かを説得するとか、自分の思いを伝えて分かってもらうとか、コミュニケーションっていうところにも通じてくるんですけれども、これができない。企画書が通らない。ね、多くの人を説得できない。これは非常にビジネスの面においても不利ですね。で、実は思考力がないと説得力に欠けるっていうことがあります。ですから、生活、家庭の中でも何か問題が起きたときに問題が解決できないんですね。子供にちゃんと言うことを聞かせられないんですね。自分の奥さんに思いを伝えられないんですね。自分のご主人に自分の伝えたいことを伝えられないんですね。自分の親に思いを伝えられないんです。お客さんに会社の商品というものをきちんと説明できないんですね。上司に企画を通せないんですね。様々なところで不利な状況が出てきてしまう。どうなるか。イライラして自分にストレスをためるしかない。そして怒るしかないわけですね。泣きじゃくるしかないわけですね。ものすごい辛いですね。そうですから思考力がないというのはもう本当に日常生活から仕事において、に至るまでですね、あらゆることにおいて不利になってしまう。ですから思考力をつける必要があるんですね。で、逆に思考力というものをきちんともしあなたが育てることができれば、これはすごいです。今、例えば思考力が10点の人、15点になるだけで全然見えてくる世界が変わります。30点になったらもっと変わります。100点まで思考力っていうのは育てる必要ないんです。私だってそんな100点の思考力なんか全然持ってないですよ。おそらく100思考力がある思考力指数みたいなものがもし客観的に測れるとしたら、多分私の思考力なんかどうでしょう、43、4ぐらいじゃないですかね。自分の年齢ぐらいかなと思ってますけど、そんなレベルでもゼロの時から比べたらものすごいいろんなことが自分でね考えられるようになるっていう非常に大きなメリットがあります。で、この思考力っていうのを身につけると、具体的にいいですか、自分の頭がすごい混乱してたり、同時にいろんな問題が起きたりね、家族でもいろんな問題があって、会社でもいろんな問題があって、お客さんからクレームが来た。で、こういう時にですね、どういう順番で何をどういうふうにして解決していったらいいのかっていうことが、どん底になればなるほどわかるんです。普通レベルの低い問題って言いますかね、すごいレベルの低いというか簡単な問題ね、誰にでも分かる問題っていうものだったら誰でも分かると思うんですけど、友達に聞いても分からない、近所の人に聞いても分からない、専門家に聞いても分からないっていう問題が人生で起きるんです。専門家って全部知ってそうですよね。でもあなたの人生はあなたしか分からないんです。あなたのこのシチュエーションの中で最終的に誰にも頼ることができないって言った時に自分を助けてくれる。これが思考力です。ね、ですからどんなに頭が混乱していても、どんな問題であっても必ず自分で解決方法を導き出せるようになります。ですからあなたは思考力を身につける必要がある、育てる必要があるということです。それから、あと思考力が育つとですね、いろいろなことが整理整頓できるようになるということです。普段ぐちゃぐちゃでも、いざとなったらババババババッと何を捨てて何を大事にして、どういうことを優先順位をつけて物事を進めていったらいいかっていうことがいざとなった時に分かるってことが大事です。普段なかなかうまくいかないくってもね、いざとなった時にグググググッと自分の中にもし思考力の目というものを育ててると不思議ですね。これがどん底になった時にきちんとグワーッと出てくるんです。ですからこの思考力の目というものを100点までいかなくてもいいですけれども、着実に少しずつ育てていくということですね。から先ほど言ったデメリットの反対です。誰かを説得することができるようになる。非常に説得力のある言葉を持って、非常に論理的に誰かに何かを伝えることができるようになるということですね。から企画書が通るんです。いろいろな企画書が。ね、自分がこれは難しいかなと思った時にきちんと自分の思い、自分のアイデアというものを誰かに伝えることができるので、当然自分の思いとかより良い思考によって作られた企画書が誰かのところに渡ってたると、もう共感者が増えるわけですよ。うわ、面白いね、それ協力したいねって協力者が増えるんです。
ですからやりたいな、これは素晴らしいなって自分が思っていることに対しての協力者が集まって、そのことが実現していったら、こんな嬉しいことないですね、幸せなことないですねという意味で、思考力というのはあなたの人生を大きく変えていきます。ね、非常に喜びと幸せと毎日の楽しさっていうのをもたらしてきます。ですから、どうかですね、思考力、ちょっと集中していかにして思考力を育てるかというこの具体的な方法を聞いていただければと思います。では、いかにして思考力を高めるかという具体的な方法を話していきます。思考力を高める8つの知恵ということで、8つ具体的に順を追ってですね、あなたの思考力を高めていく方法というものをお伝えしていきます。